はい、どうもアメリカでパイロットしている秀樹でございます。ちょっと今回ですね、ジャスティンとピーちゃんに来てもらったんですけども、ジャスティンとピーちゃん知らない方もいると思うので、ジャスティン、簡単に。こんにちは、ジャスティンです。僕も今アメリカでパイロットをやっています。はい、こんにちは、ピーちゃんです。CFI をやって秀吉の元同僚です。ありがとうございます。で、ちょっと今回はですね、このアメリカのジャンキーなお菓子を集めてきたんですけども、やばいね。カロリーやばい。やばい。まずオレオだけども、何これ？メガスタッフ。メガスタッフ。もうダブルより大きいやつ。これ開けたらさ、前に見せに行ったそうやな。後でちょっと開けるんで。メガスタッフと、でこれがジャスティンが。ハニースターとオレオのプレッツェル。これうまいよな。アメリカにしか見てない。私食べたことないかも。これ美味しいよ。で、あとはもうこれね、アメリカの大学の時とかでみんな食べたこのパーティーサイズのバーベキュー味のチップスですね。とチートス。で、好き嫌い分かれるんですけど、このルートビアですね。好きです。美味しいです。秀吉も好き。俺正直あんま好きじゃない。あんま好きじゃない。別に飲めるけど、美味しいやん。日本の人わかると思うんですけど、イソジンガーグルの味します。ああ、そんな感じや。うがい薬の味、風邪ひいた時の。ああ、確かに。そうの味なんよ。これを食べながらなんですけども、今回ピーちゃん何ですか？何をされるんですか？私は。なんかわかんないですけど。今回ははいインスタで秀吉に対する視聴者の皆さんの質問を募集したんですよ、秀吉がね。その質問を私たちが選ぶっていう。だから秀吉は何が来るかは分かりません。そう NG なしで好き勝手選んでやろうっていう。なるほどね。いいっすね。覚悟はそんな変なもんガッツで本当に見てないですよ。そう見てないらしいんで。だって見たら思んないや。でも結構来てる？スクロールできる範囲。おお、楽しみ。私たちもまだ全然見てないから。僕たちもまだ分からない。こんなもんですね。てなことで、じゃあピーちゃんちょっと選んでて。いや、ジャスティンがやる？とりあえず俺らもうとりあえずこう。そう、お腹空いたしちょっとルートビア全部開けるよ。なんで？さっきあれやな、出す時にちょっと炭酸が誰か振りましたやろ。おセーフ。確かに大きいわ、これウイスキー飲んでるみたいな。どこが？色だけ。あ、いい匂い。バーベキュー味。いや、もうよだれが出てくるわ。久しぶりに食べる。甘酸っぱいさ、この匂いがね。食べていきたいと思います。とりあえず乾杯ということで、ピーちゃんは水なんですけども。はい。乾杯。はい。こんな味やったっけ？匂い。マジでもう。もうイソジンなんよ、これ。めっちゃ美味しいやん。アメリカってさ、うがい薬ってある？喉痛い子供の時とかさ。ないやな。いや、あるよ。こういう味じゃないんだじゃあ。アメリカってさ、あれ、チェリー。フレーバーがついてる。そう、チェリー味で、そのつまずいチェリーなの。こういう味ではない。もう日本のうがい薬ってこれそのままよ。これほんまにそのまんまや。めっちゃ濃くて、めっちゃ濃いよ。で、それをちょっと薄めて。美味しい。美味しくない？ちょっと俺アメリカのカフェテリアで飲んでたルートビアを。でもね、これゼロシュガーだけかもしれない。ちょっとなんかきついよ。ちょっとね、味は違う？ちょっとだけ違う。ゼロシュガー。どう違うの？やっぱりアメリカはシュガー必要ってことなのかな。シュガーがあるやつがうまいとか。普段こんなお菓子食べられないんで、全然食べへんからちょっと頑張って。せめてここはカロリー抑えようということで。そこでカロリーセーブしてどうまず塩辛いからいきたい。でもやっぱり食べていい。いただきます。もうこんなちょっとゆるい動画になりますね、今回は。ゆる動画。なんかでもゆる動画を求めてる人結構いたよね。確かになんかライブとかしたら。ただこれは超ゆるい楽しい動画にしようかなと思ってます。いただきます。やっぱチートスこれでも日本にこういうお菓子ある気がする。チートスあるの？なんやろ、でもなんか言われたらある。ある。俺食べてたよこれ。このメガスタッフのこれわかります？この厚み。ピーちゃん、逆じゃん。これ乗っけるな。これカットじゃないわ。ごめんなさい今ね。スマホの感覚で言っちゃった。この分厚いのわかります？普通のお料理も。ほら。わかる？分厚いの。ね。
戻すんかい。いやダメだね。自慢したかっただけ。確かに分厚いな。分厚いな。でこれがバーベキューのチップ。まあこれは普通。よくこれ買ってたわ。ある本当に買った。な。本当に買った。まあもうみんな好きな味だから。でも日本ってあんまりバーベキューの何かっていうのない。バーベキュー味の何かとか。ないかもね。これだってカロリー13分の高くない1を食べたとしても150キロカロリーなんですよ。で、アメリカのさカロリーのカロリー表ってめっちゃ見やすい。じゃあ、そうそれをだね1回で食べるくせに食べない体で書いてる。これは13回に分けたら1回がこのカロリーって書いてくれてる。で、13回に分けた場合、だいたい1回が15枚で 28g になります。おお確かにすごいですね。めっちゃ分かりやすくない？確かに分かりやすい。これめっちゃちょうどいいぐらいだ美味しい。美味しいでしょこれ。これ美味しい。これ日本で売れると。これなんか俺でもずっと食ってたよこれ。でこれは何もう久しぶりに見てハニーマスター。そうそうなんかつまみにめっちゃうまい。ハニーマスタード&アニエンのプレッツェルのを崩したみたいなやつね。久しぶりに見てこれ買おうと思って。これうまいわ。美味しいよね。てか本題が全然食べてるだけに食べてじゃあさ、ちょっと最初さ、ちょっと軽めなのからいく？そうです軽めのやつからお願いしますわ。じゃあ1個目いくよ。はい。じゃじゃん。スタート。何歳の頃からパイロットになりたいと思いましたか？何歳やろ。もう本当幼稚園の時に夢がパイロットみたいなこと言ってたんだ。そうなんだ。もうじゃあのはあったっす。記憶にないぐらいからそうってこと？まあちっちゃい時から飛行機乗ってたってのもあったからなそれで。でもちっちゃい時から飛行機好きみたいな。飛行機好き、まあテンション上がってたな、なんか自分フィリピンとのハーフなんでおばあちゃん家に毎年こうちっちゃい時から乗ってたんで、それで影響されてかで、まあ、ちゃんとなりたいなと思ったら中学生ぐらいかな。まあでもじゃあ漠然と夢としてはめっちゃちっちゃい時からあって、ちっちゃい時からあってみたいな。じゃあ次ジャスティン。はい止まらんわこれ。軽いジャブから、もうこういう人なんですね本当になんかこういつもジャグリングしてるような動きをしてるよねはいはいはい。いつもサウナしくなんかを落としたり壊したりしながら生活してる。じゃあ一番好きなステイ先はどこ？ステイ先でもそんなな俺それが最近なんかスケジュール入ってきたらうわシアトルですね。久しぶりにいや初めて行ったから楽しかったっていうのもある。僕はシアトル。観いや光地海があったらええなとは思う。あなんかすぐ行けるし結構ね楽しい。なんかステイ先外に出る人だもんね、秀口は。じゃあその逆どうやろう。その逆にうわいらんわっていうなんです。いやここ行きたくなかったのにとかっていうステイはどこ？あんま最近ねステイしてないから俺。でもレディング、俺が言ってるレディングとかは正直なんもないもんあそこ。そうじゃん。レディングとかフレゾノ。正直フレゾノレイオーバーあっても何もしちゃうもん。だって空港の近くやしどうするとやっぱり何がある、することがあるっていうのが楽しいって感じだな。せめてねなんかちょっとおしゃれな街とかがあったらいいなとは思うけど。なんか楽しい目的地だとやっぱ行くのが楽しいってことか。そうやねそうやね。あんま行ったことないしちょっと探検してみようっていうのにねあんなの。NEXT 飛行機ないことだよ。なんでそんなにかっこいいんですか？いや質問ちゃうやん。これこのまま来てるからうるうるっていやいや顔文字で秀樹さんっていうテンションで来てるから知らないです。感情込めてる。自分ではそんな思ってじゃあない。真面目に答えて、なんでそんなかっこいいのっていう。どう答えるのそれ。真面目に答えてあるの。じゃあさ、なんか自分磨きとかでやってることあるの？かっこいいってじゃあなんか外見とかで言うと。まあ太らないことじゃないかな。やっぱ痩せると。今真逆の答え知ってるけど、だから普段食べないですよこんな。もうアメリカの大学生活でやっぱこういうの食べてたから太って。でもよく言うやん。痩せることが最大のなんか言うね。垢抜けとか美容みたいな。無料でできる垢抜けの方法とかよく言うよね。じゃあそのやっぱ体型を気にされてるという、それがかっこよくいられる秘訣だそうです。かっこいいのは。はい。いや知らないですけど、はい。よかったですね。これは食べてんのに。今日はね、チートス。寒いな、着こなきゃ。急になんかね、もういいや。Next。カットすんの？全然関係ない質問だけど、泳ぐのって好きですか？急になってさ、本当これ面白いな。だって絵文字がついてさ。
気になるんだね、泳げる、ね泳ぐまあ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 、泳げる泳げる小学校中学校でよく水泳とかあってだからそんな速くはないけど普通の泳ぎぐらいだけできるバタフライとかできるね平泳ぎとでクロールとかもさ、あれだね、ハワイに一緒に遊び行った時にさ、初めてサーフィンしたけど1日で習得してたよね。いや乗れてないやんちょっと何とちょっとか変えて乗れて、だってウェーってなってる動画ね、あるじゃん。だから結構だからそういう水に下見しみのある人、まあ海とかには行ってたかな大阪の淡路島やったっけ家族で普通に海行ってたあ、そういう感じかな泳ぐの好きですかの質問今あ、そう好きなの？まあ別に嫌いじゃないけどまあめっちゃ好きかって言われたらでもまあ例えばなんか運動しようってなった時に走るよりまあ泳ぐ方が好きかもしれないあー、走るのなんかちょっとねまあ部活やってたのもあってちょっと空に感じる時があるけど泳ぐのやったらまあしんどいけどまあ違ったしんどさやねなんかだからどっちかっていうと好きかもしれないけどこれめっちゃいいこれ？いつものさあーオレオってさなんか物足らん感ないコスパいいよクリームがなんか少ないと思わへん確かに確かに。これ十分だってさ、クリーム合算したりとかするじゃん、普通のオレオあーそれしなくていいもんね、これね。これしなくていいだからおすすめですね太りますけどじゃあなんかちょっと似てるし、今部活って言ったから好きなスポーツは何ですか？もうバスケですねそれはバスケ部だったんだよね。言ったことあるの？いやそれ分からん言ってないもん言ってないんじゃない？バスケ部だったらしいです。だからそうですね小学校の、まあ、ミニバスから高校まではちゃんとやってましたね、で大学もやりたかったですけどもアメリカの大学なんで一応自分の大学ディビジョン1って言ってスポーツの中でのトップレベルスポーツのそのコンペティションのレベルレベルやねなんか枠やなもう決められてるんだよね、強いもうでっかい大学たちが出る部でその次みたいな感じでそれで NBA 選手とかも出ていくようなところやからもうあの人たちああ、なるほどね。イギリスって結構強いなバスケが？めっちゃじゃないけどまあ強い方へー、そうなんだ。だって NBA も行くしあの人たち全部もう移動もねちゃんとチャーターとかするし食事も全部管理されてる人たちだからシェフもついてるよね学校多分ついてるそのチームシェフみたいなそう。だからそれはまあもちろんねパイロットになるのが目的だったから別にスポーツはちょっと部活的な軽いクラブ的な感じで入ってくるかなでもなんか結構さ、何でもできるようなイメージある。オールラウンダーのイメージある。だってなんか、さ泳げるし、スポーツってことサーフィンとかできるし、スケボーとか乗れるし、バスケとかしてたし、なんかバスケをなんていうのあれ、ボボールでこうやーみたいなことをやってなんていうのボール回すボールを、うん違う回すだけじゃなくてこういうこれあ見てたみたいなやってたよ。一あ緒になんかテニスかなんかしに行った時に一人でテニスコートでバスケットボールを回してたよ。じゃあそれはねなんか高校の時に流行ってフリースタイルってのがあるんだよちょっとストリートでパフォーマンスするやつなんか音楽に合わせてそういうなんかところがあるの分野とかジャンルとかスポーツじゃないけどそれで競い合うみたいなやつもあるのバスケ部の時にハマってみんなで練習してそれで体育祭とか文化祭でやってたって感じだからちょっとそれでできるってだけ練習してねでもなんかまあ運動神経いいイメージあるわ。だから何でも基本的にこなせますよみたいな。ねえ話変わるけどこれってさへこませてるのって炭酸抜けないためでしょ？いやこれもう無意識にやっちゃったこれはこれ炭酸抜けないらしいよこうやってやると。っていう話を前にしたなめっちゃ前に私もしたっけ？俺らめっちゃ知ってるこの話は知ってるいや一緒に住んでる時にこの話めっちゃ知ってるいや嘘。私が今言ったのはこれをこうやったら炭酸抜けるらしいよってジャスティンに言ったよこの間。じゃあ俺が知ってたよ俺が家に住んでた時にやってたよでピーちゃんそれを聞いてきたよそれでジャスティンに言ったらそんなわけないやんみたいなこと言ってきたからほらって今言おうと思ってやってるよみたいそんなわけないなんかちょっとマシになるだけらしいそうマシになるだけよっしゃじゃないマシになるだから明日のねまあ知ってる人取っといてコメントお願いしますクソ長動画になるじゃないいいんじゃない見てくれる人は見てくれるんじゃないはい質問ですはいどうやったら英語ができるようになりますかいやもうこれねやっぱ使うことじゃないうん触れる機会はもう多くするしかないくないインプットもしてそれでそれもまたこう使うっていうで使わないとやっぱ忘れちゃうからそれしかないよ大切だあと真似るからだからスポーツもさやっぱ一番早く上手くなるコツって人の技を盗むとかなんか真似るところからじゃあ、劇者はどうやって英語を勉強っていうかいや勉強っていう勉強してそうなんか覚えるやんアメリカ人が言ってたやつをそれ使うようにするとか真似るあとまあ発音とか全部そうやん真似る言ったけど前友達にはそのめっちゃ耳いい子がいて耳悪いよねってめっちゃ普通に言われた言われただってちゃんと発音できてないもんね韓国語
とかも言って「いやそれなんてばっかりやから許してや」みたいな。でも耳がいい。その子はめっちゃ耳いい子なのよ、うん、めっちゃ耳いい子でそういう仕事をしてるから、あ、そうなんだ。そういうしてる人からしたら俺がその耳いいかどうかもある、その音の真似方とか、あと音の切るタイミングとかってさ、あれさ自分でこう押せてても自分ができてると思ってもその指先で多分ダンスとかそうなのらしい。あれその音のタイミングでこうああ、そういうことね、リズムの、ね、リズムにそこに合ってないとダメなの。なんか俺はそんな耳は良くないらしいです。何の話まあでもなんかね、じゃあ1日何時間以上働くと元気に働けますか。かなり神経も体力も使う仕事だと思うので聞いてみたくて。いやもうだから7時間から8時間の間よ。あ、寝すぎるとダメ？なんか医学で証明されてるやん。もう寝すぎるっていうのはもうそもそも良くない。寝すぎるにはなんか原因がある。ああ、そうなんだ。その人になんか精神的な病気とかなんかそういうなんか何かしらね。あ、そうなの。7時間から8時間の間がベスト。短かったらそれにね、なんかもう比例以上にこうパフォーマンスも落ちるし。なんかでも寝だめとかできないっていうのはよく言うよ。だからスイープテントじゃん。だから確かに確かに。絶対取り返さない。7、8時間。じゃあ適切な量を取ってるってことか。でも聞いてみたら、割といつでもどこでも寝れるっていうのがさ、ジャスティンって結構不規則なスケジュール、国際線、まあ、じゃあ秀樹ちゃんもさ早朝便とかあるけど、その一緒に住んでて思うのは、いつでもどこでもすぐ寝れる才能がないと結構きつい仕事だなとは思うの。そう急にさ、そうあ今日の夜中何時になっちゃったから今から寝なきゃとかなった時にそれができるかできないかとか、そのバンクとかでも寝れるんかとか、そういうのはどうできる？まあ俺実際それやったことないけど、まあ基本的にはまあできるんじゃない？本当？すって入眠できる？まあちょっと時間かかる時はあるけど、やっぱ今は夜早く寝て朝早く起きるタイプの仕事してるから、でたまに今日とかやったらこう夜遅くなっちゃうけど、それも見越した上でベッド入って8時間とか9時間とか入って、まあでも寝るね。でもアジャストはできるんだ。もう最近はそんなないかな。寝にくいとかない。それがもうその運動してるから、運動しててわざと疲れさせて寝る確かにそれ一つだねぐらいなんですよね。はい。睡眠難しいよね。なるほど。まあ俺実際に国際線やってないから分からんけど、ね、ホテルとかでもさ、うわこの枕このベッドで寝れないとかいう人もいるやん。俺それは結構いけるかもしれない。そうね、だからそれがいける人じゃないと無理なのかもとかは見てて思うね。慣れるとかもあるのかもしれない。慣れるもあると思う。はい、じゃあ次、秀樹の動画では結構コックピットで撮ってる動画とか写真とかアップしてるけど、全部それは地上じゃない。地上だから質問は、飛んでる最中、フライト中の動画って撮るの可能ですか？いやそれは無理なんじゃないですか。それは無理ですね。よっぽど一応ね出してるアメリカの YouTuber の人はいますし、いるんですけどなかなか無理なんじゃない？そういう人も全部会社から許可してもらってる。てか会社の問題じゃないもんな。会社とつつ FA があるから、だから無理ですね。やるとしてもパート91までお客さん乗ってない時になるから、結論はそういうことですね。操縦中制服は苦しくないですか？乗客側はみんな長距離だとリラックスコーデなので気になりました。ネクタイそれはあれですよ、外してる人は外してますし、あんま国内線はいないですけど、国内線は外してる人が多いんじゃない？外してる人外してるね、大体外してる。あ、本当？緩くして、自分も緩めてますね。ネクタイ外したらもう全然変わる。だよね。ベルトは？ベルト外す人もいる。でも俺はそんな気にならないから。ベルトはあんまり外してる。俺外してない。でもちょっとお腹が出てる人とか苦しくない。これが明日からベルト明日から外すかも。やべえ。やべえ。そうなの。じゃあ割とみんなコックピットの中ではちょっと。あとのあれカーゴだったらみんなも。そうですね。貨物機のパイロットがみんなこうもう動きやすい格好。最初は制服だけどドアが閉まったらもう着替えるみたいな。パジャマに着替えるとも聞いたことあるけどね。楽っすね、それって。じゃあ何でもありって言ってたから、じゃあこの質問でいく。ファーストキスのお話聞かせて。何それ？覚えてねえファーストキス。待って。覚えてる。何歳？待って、ファーストキスやろ？多分中学じゃない？でなんか多分そんなロマンチックなやつでも何でもなかった。どういうこと？中学生の多分なんかあれで。どういうの？そうなんか多分カップルとカップルでなんかお互いでこうなんか。どういうこと？ゲームみたいなして、ゲームみたいなして、
でなんか負けたらやるみたいな感じでノリでこうあみたいなかわいい、何それみたいなじゃないやばちょっとそれかわいいね。中学生らしい。もうなんかこれ演歌いいでしょ、いいでしょ。 20年前の話中学生なんだ、じゃあ。中1で混ぜてますね。はい、じゃあ友達と好きになっちゃうっていうタイプとかありますか？難しいよな。普通にタイプはじゃあ確かに、普通にタイプいろんな部分があるよね。あ、じゃあそれを聞かせてよ。いやーどういう感じだよな。言えないタイプってこといやそういうタイプじゃないけど、タイプウィンターとかカリナそれが一番分かりやすいかもしれない。でも本当にそれがタイプなの？ギャルっぽいそういう見た目が。いや見た目は、うんその服装とかいろんなジャンル着てた方が好きかもしれない。こういう感じでもいいやんみたいな、こういう服装でも似合うんやみたいな、いろんな服着こなせる人ってこと？あったらええなとは思うけど。なんかでもそのじゃあ例えばさ見た目のタイプとかないの？例えばさ背が低い人がいい、高い人がいい。どうやろう。そう長い人がいい、短い人がいい、スカートが似合う人がいいとかパンツが似合う人がいい。身長が高いか低いかで言ったらどうやろうな。最近はちょっと高い人が憧れてるんじゃないけど、いいなとは思う。ずっと今までの人がそういうのはこれ今までの人が全部身長が低かったから低かったっていうか低いかって低め別にめっちゃ低くないよ。普通って言ったら普通めってない。ちょっと高い人ってどんなんやろって思う。でズボンとかスカートもだからそれはもうどっちもそっかそっか。着てる人もいいんじゃないかな。髪髪の毛短い長いとかはどっちでもいいけど、まあそのウィンターをしてあってもちょっとボブが似合う人は好きかもしれない。そうね、それはそのウィンターの影響があるけどいや、ウィンターめっちゃ可愛いから。そうですね。じゃあ性格はさ、じゃあ例えば自分に似てる人が好きか自分と全然違う人が好きかとか、なんかこう賑やかい人が好きかおとなしめが好きか。いやこれもだからさ、どっちがいいんやろって言ったらどうやなんやろな。友達と話して結局 MBTI とかってさ、会う人ってさ、どっちかがいいどっちかが愛なんじゃないっていう愛同士とかなんかどうなんやろと思って、友達そういうふうに言って。ちなみに何だっけ？俺いいの方が絶対いいな。ここ一緒なんよね。主人公型。でも俺 ESTJ って友達に言われる。でも俺も確かにそうやな。でもピーちゃんもいいでしょ。じゃあ全員いいで。僕もいい。いいまあここはいいけど、でも確かに同じぐらいのテンションでこう楽しくなる人はいいかもしれない。いいかもしれない。でも自分よりこうテンション高かったらどうなんやろな。確かに一人もうるさい人と付き合ったことある？ない。確かに自分よりうるさい人いいなって思ったことはあるの？じゃあ分からないかもしれない。そうなんや。でもなんかそっちの方が楽しいやろうなとは思うけど、どうなんやろうと思って分かれません。まだちょっと。なるほどね。はい、じゃああんまりそんな決まったタイプっていうのがあるわけじゃないですね。全体的に。会った時のだからそのフィーリングじゃねっていう。はい。そんな感じなんですね。次は英語の名前ありますか？で、もしなければ何がいいですか？それもマイクになっちゃうんじゃん。いつもマイク使ってる。それ自分で考えたの？マイクですか？スタバとかで確かにマイク。それは言いやすいからマイクにしてるだけであって。自分が？考える？今日。考える？イングリッシュネーム作る？それをみんなにマイク決めてもらう。確かにイングリッシュネーム募集してみたら。イングリッシュネーム募集。マイクっぽくはないよな。ない。じゃあ何っぽい？何っぽい？わかんないな。私あんまり英語の。なんだろう？ジャックとか。私もね J 始まりって気がするよね。俺も J ジョナサンって思ってた。ジョナサンって思ってた。でもジャークじゃないな。ジョナサンじゃないの？あとなんかジャックジェイクとかジャックとかそういう感じじゃない？でもジャックやったら俺結構なんかすごい。ジャックじゃない。ジャックじゃない。ジャックなんかもっとこうイケオジみたいなすごいアメリカのダンディーな人をイメージする俺ジャックやったら。そうなの？僕はなんかもうなんかジャックちょっと尖ってるイメージ。そうなんだ。僕はもうチャラいイメージだから。それ知り合いの誰か思い浮かべてない？違う。でもジョナサンやったらちょっと優しすぎる。優しすぎる？ジャックでもなんか違う気がする。ジョナサンじゃない？皆さんどう思います？ジャック派とジョナサン。いやそれだジャックジャック。ジャックジョナサンマイクどれっぽいかさちょっと聞きたい。でもマイクはなんか違うんじゃない？マイクじゃないね。じゃない。ジョン普通にジョン。せめてさなんかちょっとなんか。J と M から離れられないの。こちらここ J と M が。ちょっとなんかさ、それいいの？ありきたりじゃないやつがいいかも。じゃないやつ？珍しい名前ってこと？ちょっと珍しい。けどまあいるよ。女みたいなそんな。デイビッド。めっちゃいるよそれ。で
でも D 始まりはいける気がする。デリック、いや違う。デューク。絶対ない。ちょっとデュークっぽかった。え？違う。いや絶対ない。そう絶対ない。ちょっとこれ多分ね、このさ暇ない。これ暇なのよ。これだけで1時間話せる。だって名付けだからね、それはね、大事ですよ。確かにね。まだスキップしますよ。皆さんもどう思うかそう聞きたいです。なんかこう名付けてもらうか、それかジョナサンとじゃあで、いつ使うのこれ？普通に秀樹って言うわよ。じゃあ聞きたい。秀樹は外国人は普通に発音してくれる？正しく秀樹。あ、本当に？できる人は大体はできる。初めにキーとか言っちゃうけど、秀樹とか。でも大体はいける。あ、そう、言いやすいんだね、秀樹は。じゃらん。里帰りはしてますか？あ、してますね。はい。里帰り？家に帰って実家に帰る。実家に帰ることない？ちょっとそれは分からんな。まあたまに帰ってる。結構日本帰ってるよね。今だからそのシニオリティ、サンフランシスコのベースの副操縦としては2番目にいるから、ね。もう休みを月の初めと終わりに固めて毎回韓国か日本に帰ってる。シニオリティって大事だね。そうね。だから帰ってますね。はい。こう帰ってると。月1で帰ってますね。なんかでもコロナの時もあったしさ、全然帰れてない時もあったよね。最長何年帰らなかった日本に。ほんと何年も帰ってない時あったじゃん。あ、それはだからコロナ2017年から2022年までだから5年ぐらい5年か6年帰ってるのか多分成長。でもホームシックとかなる？いや俺結構ならんタイプ。誰かがいたらならん俺。友達でも彼女でも誰かいたらなる。彼女いますか？彼女はこれめっちゃ来るんですけどいません。いません。めっちゃ来んだ。ここまでもめっちゃくちゃ彼女は作りたいんですか？確かに彼女欲しい？欲しくなるけど結局は俺不器用なんで多分できないです。今このじゃあちょっと難しいけどいろいろ YouTube とか、SNS とかを今やってるからそっちが今メインに走っちゃってるから、まあでもめっちゃそれを超えるぐらい好きな人いたら多分付き合うとは思うけど、で今はでも欲しいけどみたいな感じなの？まあいたらいいけどって感じ。好きな人は？マジでそれはマジでてかもう好きな人好きになるあれが上がったかも。どういうこと？前はすぐ好きになれてたっていうのがあったかもしれないけど今ならハードルが上がったってこと？ハードルっていうかなりにくくなったかもしれない。なんでそれは？なんで？理想が高くなっちゃった？それともそのいや理想恋愛がの優先順位が低い？まあ高いのもあるかもしれない。高いのもあるけど、でもそれよりもまず本当にいいなと思う人に会ってないって感じか。基本一人やからさ俺ここにいる時に仕事行く帰ってくる編集する仕事するその繰り返しをしてるから1日2日休みあってもカフェ行って例えばもう荷物とか食材買って編集してって感じで終わるの。出会いがないってことをよく言う。あ、そうやね。言うたらじゃあさ、ちょっとその恋愛で恋愛が多いな。恋愛をいやもうみんな恋愛の話は好きだよ。じゃあ何歳までに結婚したいですか？40？ 40？今 30？ 30。遅くてやろ？いや、まあそう。までにやろ？40じゃない？結婚はしたいんだじゃん。結婚願望あるんだ。結婚はしたいけど、そうやね。40超えてくると多分なんでこいつ結婚してないってなるよ普通に。そうはなくない別に。周りの目がってこと？いや、そういうわけじゃない。なんかよく言うやん。40とか超えてきて、一人いる男の人なんか絶対問題ありか癖ありかやべえやつかみたいな。日本はそうなのかなっていうあれがあるんじゃない？何かしらあったんじゃないかっていう目で見られるんじゃないって聞いたから、で逆に男はそこから価値下がっていくよみたいな言ってたから、そうやって40前で結婚しといた方がいいなっていう。なるほどね。それ早かった遅かった？いや10年もあるやん。いや、俺の10年多分それ一瞬やと思うんだよマジで。マジで10年って結構だってもう俺がこっちに来た時まだ25とかやったでカリフォルニアね。そっか。それよりか多分同じ感覚同じぐらいのスピードで多分立っていくと思うよ。でもなんかそれを聞いたのが結局年いけばいくほどもう同じことをやってるから刺激が同じだから早く感じる。でそれを長くするには小学校みたいに小学校でも毎回新しいことじゃん。刺激だらけやったから長く感じる。だから新しいことをどんどんやっていけば長く感じるっていうふうになんか誰かが言ってて、ああなるほどちょっと思って。じゃあ大人になってからの方が早く感じる？そうそう。だから20歳でも半分超えてるっていうで、体感は20歳で半分。快感？体
体感体感っていきなりスピーチャー下でぶってくるんだよ聞こえたの本当に。20歳超えすぎたら快感はって何みたいな。快感体感体感正しい日本語何体感感覚体感でいいんじゃん。体感やな体感早くなるんちゃうっていうだからでも私なんかさ一瞬なんだけどなんか私子供の時もそれではいいことってことじゃないじゃあ長く感じるってことやろずっと一瞬に感じてる人生の常になんか小学生の時も中学生になりたくないのにもうなっちゃったで中学生の時も高校生になりたくないのにもうなっちゃったいっつもそういや一瞬やった今思えば一瞬やけどその時は長く感じたそうその時にはその時のことを感じだからその時も一瞬に感じてたってことまあねそう終わったら俺もそれに感じたよ小学校から中学校に上がると中学校から高校に上がると途中なんかでも普通の人はそれを昔は長く感じるってことでしょ当時も長く感じたよで今でも考えると長く感じるけどまあ短くも感じるでなんかパイロットあるあるだと思うけどさそれなんか訓練中は早くやらないたい早くやらないたいなんか長いなこれって思うけど振り見たら一瞬だったよねそういうの長く思ったこと一生にないかもしれない CM5 見てる時もないかもそうだからそれは逆に焦りの方かもしれないもう何ヶ月も経っちゃったみたいなもう次が多分終わらんこれ次が NEXT すごい深い話になっちゃってるねこれね視聴者と付き合うことってありなしいやそれは全然あるよおおだそうですだってそれはないっていうのはなくないでもよくさない芸能人の人とかもパンと付き合うのはありかなしかってことない言うてるだけやろそんなもんだってさ実際それでさ実は一般男性と一般女性ととかあるし結構アイドルとかも結局ねファンの人と付き合ってるとかあるじゃんあるある結局だからええなと思った人と付き合ってんねんみんなだからそういうことねまあ別にそんなそこで絞るはずはないんじゃないかといってファンからこうやって探しますって知らんそんなん知らんけどでもありなんだだからさなしって言ってる人ってさ私が思ってるのは出してる自分と普段の自分違うのかなって分からんけどそれあるよそうだからその表の顔から入る人は本当の自分のこと好きになってくれるかなみたいなのとかあるのかなって思うのね割と秀樹ってそう普通だよね秀樹ってマジで YouTube と普段がもう一緒すぎて一緒だねちゃうやろだって YouTube の時なんかあんな一応敬語でなんかさ言葉遣いとかはあるのかもしれないけどそのテンション感とかパーソナがリティがもうそのままだよね結構、うん私が一番素が出てると思うのはアイロンかけてる動画なんかもう本当にああいう感じもうずっと一人でブツブツおーだから今のピーカーとか言いながら一人でなんか喋ったり騒がしくしながらしてるじゃんいつもだから結構その動画とさ自分に裏表があんまないからそう思うかもねと思ったわかんないけどなるほどねじゃあアビエーションにまたシフトしようかピンチだと感じた瞬間ありますかアビエーションでじゃあピンチっていうのは危ないじゃんまあそうじゃないなんか飛んでてまあエマージェンシーとかそういう感じなんじゃないかな何かうわっと思った瞬間とかちっちゃいのがいっぱいあるのよ山がある空港らへんに向かってる時に多分全部アイシング、着氷がつく温度そこで雲の中にいてで、降下し始めててでその時にその翼の着氷を防ぐやつの警告が出てピーンって出てえってなってどうするってなってそのままいった片方だけ着氷しちゃってさ飛行機がこうね下手したらこうもう左右の揚力しちゃうからさすごい大変になってしまうかもしれないかといってその下行くって言ってもうずっと全部下まで雲なのよもうアイシングに入ってた入る前確かに入る前にもその警告出てたのよ一回出たのよ一瞬消えたのよでディセンドしてる時に降下してる時にまたそれが出ちゃってでしかもアイシングの中みたいなでしかも CRJ200 やったからパワーを入れとかなあかんのよある程度そう APU っていう後ろの補助動力装置を使っててもちゃんとこう熱い空気が翼に送れなくてで降下しようにも山もあるしでずっと下まで雲っていうのは分かってておいけねえどうするってキャプテンになってでも上がるかって一瞬思ったけどそもそももうその時には結構下の方まで来てたのよでまた上がるのもめちゃくちゃ高度あるのよでキャプテンとちょっと顔合わせてってなってでダイバージョンするって一瞬なったけどよく見たらダイバージョンそんなガスがねえっていうかそんなねえじゃん思ったよりねえじゃんって思って
で行ってもうそこでアプローチする、それだけで終わりみたいなって感じで、そもそもそこまで行くのに多分ずっと雲の中かもしれないしどうなんやろみたいな感じになって考えてる最中にプンってまたそのメッセージが消えて元に正常に動いたっていう、でそのままもう何もなしに入ってこれたけど、出てから5分ぐらいはちょっとお互い何か喋りながら考えた時はどうするどうするってなったっていうくらいかな。ヒヤッとした話でよくまあそういうアイシングでテイクオフ中にこうちゃんと上昇できるクラッシュするやつとかを訓練でもいろんなやつ見てるから過去の、習ったやつやって。海外の大学に進学することに迷いや不安はありましたか？まあでも多少はもちろんありましたね。でもそっちよりみんな行ってる人たちいっぱいいるし、まあ、なんとかなれやろうというのはあったっすね。それよりもなんかワクワクもでかかったっていう。ああそうなんだ、すごい楽しみ、すごいわ。意味もある。なんか何か分からんけど未知な世界やし、いやアメリカってそもそも行ったこともなかったから。アメリカ行ったことなかったなかったから、でもみんなこうアメリカっていうか憧れるやん、そんな感じでこうあってからいいえみたいな、まあでもちょっと怖いっていうのもあって、まあでもそれもいい経験やなと思いながら、だから不安とワクワクがどっちもありつつみたいな。それもじゃあ初めてアメリカってミズーリが初めてアメリカでも私もハワイが出たと思うんですよ。まあでもフィリピン行ってたからまあ抵抗はなかったのかもしれない。でもその大学に行くっていうなるとまた違うからすごいなって思う。大学私もさ留学したけど同期と一緒だったから、その高校をまずさ卒業すると同じタイミングで一人でアメリカの大学に行くって周りにいたまず。俺の時は正規で入ってるのは俺だけやったけど、後からこう交換留学生とかではみんな行ってた人はあった。ああそうなんだ。でも俺はその時あれかな、逆にええやん、みんなと違ってええやんと思ってたけど。すごいな。それだからアメリカの学位もらえるってええやん、かっけえやん、多分それにそのモチベーションになる。でも聞いてみたかったけど、それはどうやってさ高校の時に進路を決めるってなった時にどういうふうに調べたわけ？もう普通にもうアメリカでパイロットみたいな可能性に。最初からもうアメリカが入ってたんだ。パイロットのやり方とかじゃなくて、もちろんオーストラリアとかカナダとかニュージーランドとかいっぱいあったよ。フィリピンもあったけど、いやアメリカが一番かっこいいやん。普通に憧れがあったんだな。でまあ一応調べてたらアメリカが一番航空大国みたいなあったから、もちろんアメリカ首相となったって感じですかね。はい、そんな感じです。じゃあ不安もあったけど、ワクワクもあった。日本でパイロットになりたいっていうふうに思ったことはありますか？日本のエアラインで飛びたいとか、それを目指そうかなとかって思ったのってあった？ちょっとありましたね。やっぱね、これ言ってへんか分からんけど CA さんとかまあでも綺麗な CA さんに囲まれて CA さん若い人たち多いなと思いながら、はい、それはちょっと思いましたね。でもこっちで飛び始めてこっちのこといろいろ知っていくといけるんだったらこっちの方がいいな。じゃあもうこれからずっとアメリカに残ってアメリカで飛ぶっていう。絶対そうなりますね。もうアメリカのシニオリティのことを考えたら、自分の欲しい仕事したいスケジュール、それによってこうやっぱクオリティオブライフ、QOL もだいぶ上がるし、それ以外のことに時間をもう費やせるし、あとやっぱ給料とか全然ね、アメリカの大手の会社の機長とかになるとアジア圏の機長と比べたら 5,6 倍、やばかったら6倍ぐらい違うよ。状況によっては違うかもね。違う。だから俺調べたら、大手のアベレージキャプテンとかってワイルドバディのトップスケールが多分ね1億超えてんだよ、普通に。1億超えてて、だからそれ円に直したら半端ねえなお金だけじゃないですよ。いろいろ考えてた方がいいは全然って感じになります。そう、英語喋ってるの聞いてみたいって言ってる人がいるから。何それそれ英語でちょっと自己紹介してみてよ。秀吉が英語喋ってるのって確かにあんまりその YouTube にはないやん。何を話すよそんな。でも自己紹介で初めての人に会った時のはい英語で自己紹介。そんな余計恥ずかしいってなっちゃうやろ。じゃあ普通に軽く自己紹介。どこ名前どこ出身何歳とかを。なんかこう言われると恥ずかしいな。なんで？久しぶりになんかあれやな。アメリカ人だけでさ、クラスの中でさ、なんか自己紹介してみたいな感じであるじゃん、初めのアイスブレイクで。そういうのが多分聞きたいんだと思う。Please introduce yourself. Introduce myself. My name is Hideki. I was born and raised in Japan, Osaka, Japan, and then I went to University of Central Missouri about 6 years ago to become a pilot. And I got private pilot lessons there, and then I transferred to Kansas State University, and I got the rest of my certificates and ratings up to CFII. And what do you do now? I'm a regional pilot, first officer. Now I'll be upgraded hopefully next month. 聞いてみた
よかったのかな、秀樹のやつっていう。じゃあもうちょっと最後に向けてなんかちょっとコアなやつ攻めていこう。これみーちゃんもしっかり食べて。俺これ絶対劣るわ。食べてる食べてる。いやバーベキュー全然人気じゃないし。これがやっぱ美味しいの。これ俺結構チートス食ってる多分。本ほとんどチートスや。これめっちゃうまい。チートス確かに美味しい。一番人気ない。一番そうそう一番普通からじゃない。なんか一番どこに行ってもあるっていう。どこのパーティーに行っても。そうじゃないか。推しは誰ですか。みんな知ってると思うけど。惜しい。私何回も言ってる。あ、でも YouTube では言ってないか。出ないか。さっきも喋ってたよ。ね。推しはもう皆さんも知ってると思うんですけども、エスパーの皆さんです。箱推しなんですけども、もしまあ一人選ぶとしたら、ビジュアルで言ったらカリナかウィンターですね。いやでもどうやろ。違うの。ウィンターも好きやけど、でもニンニンも可愛いと思う。そう好きな部分とかあるし、ジセルが可愛いと思う時もあるし、そのみんな可愛いんやけど、その一番可愛いと思うシーンが多いのはウィンターですね。はい。だからウィンター推しになってるんかな。これうちは出したらキモいんかな。もうあれですね、あの水風呂さ。ああ、それはこれはモザイクモザイク。じゃあズバリ経験人数は？いや待って待って。それさっきこれはええよ。これ最後。もう持ってきた一番嬉しい。これ絶対最後はどうせ最後は1個なんかいいやつで締めるとして、まあじゃあこれは気がつか？いや気になってると思う。いや本当にこれ4はいいんじゃない？イメージダウンめっちゃ。てか何とでも取れるような感じのこと言う。何とでも取れる。いや難しいな。なんかうまい表現ないよ。確かにでもだって P とかしてもめっちゃ大きいっていうとか。気になっちゃう？ほんまに数えてないです。数えてないですってどう思います皆さん？数えてないって言われるといや数えられないんだみたいな。あ、そうなっちゃうのか。そうなっちゃうのか。そうなっちゃうのか。それで多く見られちゃうのか。でもそれでいいんじゃない？数えてないですって言って今のとこ使えばいいんじゃない？で真実は真実。闇のまま。いやーなんか例えれたらいいけど、なんか例えるようなもんじゃないもんね。あれでお金やったらこう何か例えれるような人数やろ。あ、なんかあれで例えるってこと。まあまあでも教室に収まるとか。それでいいんじゃない？いやいやあ、それいやでもそうや。普通の学校の何のってなるよね。それは教室のサイズで気になるな。いやそれはもう俺の日本人が人がみんな思う一般的な教室には絶対収まる。カンパに入ったらさ、めっちゃ入るでしょ。やっぱめっちゃ入るけど、でもさ、めっちゃ入るかもしれないし、でもめっちゃ少ないかもしれない。だってほら私が教室っていろいろあるじゃん。だってほら自分とかでやる教室、あれも教室やん。でみんなの教室って小学校とか高校とか中学校の教室の思い込めんだよね。そうね。だから秀一が何を持っていったかはちょっともうそうご想像にお任せして。だって教室の入る人数だから別にさ、10人でも5人でもありえるわけ。ありえるね。学校の放課後の教室、それ少なすぎるやん。この放課後の教室って何？教室のサイズ別に変わんないじゃん。そうだから放課後放課後に残ってる人数の数みたいな。あいやでも違うで、そあ、れよかったんじゃない今の。いやよかったそれ場合によるけどな。まあ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 。放課後に残ってる人ちょっとそれなんかイメージ場合によって人によっては5人ぐらいしかない。数。何それ見え張りたいの？5人そんな少ない、別にそんな恥ずかしがる逆に5人人って新人やろ普通に。5人はないけどさ、5人はあるよ。5人以上はいやでも普通じゃないのに3時で5人って普通やん。普通か。 35？じゃあこれ使うか使わないかは置いといて、はい、じゃあ元カノの人数は？あ、元カノの人数。付き合ったことがある人数。でそれ数えて、今数えなあかんのこと。聞いてるんだから。でもね、こういう時にさ、小あ、忘学校、れてた中学校、半分以下としないけど。あ、それもあるし、うしかも今やっぱ忘れてる人とか出てくる短いから。ああ、今思い出した。ん。でも付き合ったって思ってるなら別に短くても。あ、忘れてたの。あ、忘れてた。いや、8か9やと思う。 8か9。どうですか？いや、参考でジャスティンは何人？ジャスティンは何人？聞いといてないけど、一番コメントのない数。なんか、おいともなんないし、ともなんない。そうだよねみたいな。ジャスティンは何人ちなみに？何付き合った人数。
あれアメリカのお試し期間っていうのはあれ含まれないの？あれ含まれへんの？試し期間なんかアメリカってなんかまずお試し期間からって聞く。でお試し期間で終わったらそれはカウントしない。しない。それはしな彼女いいね。彼女になるっていうとね、でもね、僕ね、少ない方だよ。6人とか。ちょっとカットかもしれない。ちょっと待って。じゃないかな。人数が違う。私が聞いてるのってさ、2人だけなんだけど。じゃそれないよ。絶対2高校といない。の時のあの人と大学に入っての人。それは長い間ね。結構リアルに。そういうこと？そうそう。その前とかある。うんだから付き合ったその付き合ったっていう。今の OK。カットなんだけど。いや、使ってもいいよ、別に。あ、ちなみにこちらご夫婦でございます。もしそして言ってなかったと思います。ダメ。説明しなかっ何も説明しなかった。そう。実は。た。なるほどね。じゃあピーちゃんをどうすんなら僕も言っちゃったんで。さあ、いいの？経験人数？みたいな。言いたい方がいいよ。言わなくていいけど。元カノ人数？めっちゃ少ないよ。3？まあまあまあ。もうなんかすごい。それぐらいかな？もうでもこれで締めるの？なんかちょっと今まともなのを1個入れたら。もう攻めたのはもうそれぐらい？もうこれ以上攻めたいものないってことだよね。まあお金の話とかになるけど。でもそれってさ、1個ロードとした CFI のキルティ何なんですか？ CFI の給料はもう言ってるもんな俺。大体このカリフォルニア CFI の給料は25ドルから100の間じゃない。大体場所にもよるし、平均なんか見たら多分50ぐらいなんじゃない？ 50以下ぐらい多分。それで月どれぐらい飛んでた？それもだから教科にもおるしさ、秀吉は？俺が飛んでる時は多分80近くはあったかもしれない。めっちゃ飛んでる時ね。でもそんな飛んでないから基本は6時と5時とか。場所によったら教官だけで100万はたまると思うね。今日本での円にしたら150万ぐらいあるってことだよ。そのね、学校がね、生徒が多くてそう裕福なお金持ちを相手にしてるところとかあるね。とかやったらもっと稼げるかなっていう。仕事とプライベートのバランスをどうやって取ってますか？どうやって取ってるか、基本アメリカにいる時はもう特にもうゆっくりバランスゆっくりしてもう SNS のやつとりあえず上げてもうフォロワーを増やすために上げてるんで皆さんチャンネル登録よろしくお願いします、はい、で、さっきも言ったんですけどその休みを今固めてるんでその固めてもどっかに旅行してます、はい、で旅行して、遊んでますね。仕事がね、固めるとかができるようにね、そのセニョリティも高いから、それでかいね。オンとオフが結構はっきりしてる。はっきりしましたよね。オンの時期、オフの時期みたいな。そうやね。絶対に家に持って帰れない仕事だもんね。家ではできない仕事だからもう仕事終わったらもう終わりって感じ。それでかいね。そうね。それで大体月の始めと終わりに8日間ぐらい固めて月をまたいで休みを取りますね。じゃあこれはピーちゃんと僕への質問だけど、秀吉の第一印象教えてくださいって。あったのは2018年ですね。そうだったっけ？なんで覚えてる？すごいね。全然覚えてない。なんで？覚えてないけどどうして？じゃあ覚えてる？逆に初めて会った時。俺がジャスティン初めて会った時はジャスティンはもう覚えてない。俺が教官としてあれ写真の時？ピーちゃんがジャスティンが多分ノースダコタで教官した時にこれ作るに連れてきた時遊覧飛行に。その時だったんだ。めっちゃ前ね、2018年ぐらいで。僕の第一印象はやっぱりカンザスから戻ってきた時に、ピーちゃんたちが撮ってたとこがサプライズ。それがそうなんだ。それを見てこの人おもろっと思ったよね。ノリもいいじゃん、おもろいなみたいな。それが僕の第一印象。だからそれの説明しとくと、秀吉がなんか一回私たちとのところで働いた後に大学に戻ってその後にこっちにもう一回戻ってきたんですけど、その戻ってくることを言ってなくて戻らないって嘘ついてたんですよ。もうそっちには戻らない、こっちで続けるからみたいな。でサプライズしようと秀吉は思ってたけど、それを私たちは他の人から聞いて知っちゃってサプライズ仕返したっていう。秀吉の部屋に5人ぐらいで秀吉の狭い寮の部屋にちっちゃいの、本当階段の踊り場みたいなところでもうなんか
クローゼットの中に入ったり引き出しの中に入ったりベッドの中に入ったりしてそれを隠し撮りしてるっていう動画でね、それを見た時のがなんかこの人面白いなっていうなんかそうねそうですね。ピーちゃんピーちゃんどうですか？私はなんかちょっと怖いって思っちゃったんだねなんかっていうのもその動画でも出てるリュウさんっていう人と一緒に来てて、リュウさんがすごい「はじめまして」みたいな感じで言ってくれて「ああ今日から始める人ですか?」みたいな話をしてる時になんか「よし」みたいな感じだったからそんな感じ。なんか多分最初から素だったんだと思うんですよ。チュッみたいな。いやそんな感じ。そうだけど私もちょっとびっくりしちゃってみたいな。そんな感じ俺覚えてないわ全然。なんかちょっとねヤンキーっぽい感じなのかなって思っちゃった。リュウさんがすごいこうニコニコみたいな人だったからよしって来られてみたいななったのが第一印象。でもなんかそれは多分本当最初の日だけとかでその後すぐね仲良くなったけど。ピーちゃんは覚えてないけど、俺が見学に行った時に、俺ピーちゃん思い出したわ。急激に変わって。そんなに覚えてない。あれPA だね、全部 P になるけど、初めてこうそのフライトスクールに見学行ったんですよ。一人で。でその時に社長さんとお話しして、でその社長さんがこういう女性の方いますよと、今こういう訓練してますよみたいな、同じぐらいですねみたいな、そういう話した上でフライトスクールに行ってて、でフライトスクールでこう立ち話してる時にピーちゃんが階段から降りてきて、なんかわかんないですけど多分めっちゃ元気なかったっていうか、普通にもうなんでめちゃくちゃ素やったの。多分素やったか、元気ないって何？元気ないわけではないけどめっちゃ素でもそれでもう無表情無表情の顔で。私と秀吉のその第一印象のタイミングは違うタイミングだよね。違う時のことを言ってますね。そうそう。ピーちゃんは多分俺のことをまた新しい人来てるんだなみたいなノリでも。それ覚えてない。それ置いてて社長がこいつっすみたいな感じで、この女っすみたいな感じで、ピーちゃんはそのトイレでうわーってなって。でもなんかここ第一印象うわーってちょっと引き気味。いやでも社長がそっから来てたよ。そっから社長があの女気をつけておきなさいよ。みたいな。みたいな感じのことを言ってた。そうなんですか。はいはい、わかりました。気をつけますみたいな感じで言ってて。やっぱりね、初耳なんだけど。これで OK、ピーピーじゃない。で、そっから。今のところでビービーしたらいいじゃない。のところだけピーって言ったらいいじゃん。なるほど。で、すごいなんかアクティブな方なんだなっていう。じゃあ、そらがピーピー。いや、いいけど別に。そんな感じですかね。数日後に一緒にその寮に住み始めてからも一気にこうガラリと変わりましたけど。はい、じゃあもうないですか、質問最後に。俺は一緒。ピーちゃん出すの歌われたいや、ジャスティンはもうなんならもうその話はもうピーちゃんから聞いてたよ多分ね。だからもうなんかこういう人なんやみたいな、日本語うまいんやみたいな、なんかそんなこうインパクトがなかったかもしれない。もうある程度こうそういう感じの人やったんだなっていう。で普通に会ってって感じで、同じ教官でもうエライン行くみたいな感じでも、別にそんなギャップはなかった。ここはお互いドン引きし合ってて、ここはもう無ってこと。無っていうのは普通。なるほどね。じゃあこれちょっとまとめっぽい質問ね。パイロットとしての人生どうですか？人生どうですか？そんな短い。でもそれざっくりした質問。そのハージュアライブアザパイロットだから、パイロットとしての人生はでもどない？パイロットの人生というか別にねエアラインパイロットじゃなくてその時間に操縦しても手が長いですけどでも楽しいですよね。楽しい。いや楽しいし、楽しいけどやっぱね怖さもあるし、やりがいもあるし、でもなんか学べることは多いかな。でその知識とかっても普通に全部車にも応用できるし、普段の生活にも応用できるし、物事を決める時とかのそういうねとかいろいろなのでプラスになるものしかないかなっていうふうに思いますね。逆にマイナスになるものあります？お金？お金かかる。お金ぐらいですね。でも生活が普通一般の人とは違う。エアラインパイロット。エアラインパイロットだったらそうなるかもしれないですけど、でもお金でその知識と経験、考え方取り入れたと思えば別にいいことかなと思いますね。
以上と思います。充実してると。はい、うん、これからもそれをまあ皆さんに広めていけたらなと思います。これぐらいですか？はい、はい、皆さんちょっと動画が長くなったと思うんですけども、最後まで見てくれた方ありがとうございます。動画は以上となります。動画が良ければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。見てる人の半分以上がチャンネル登録してないんでバレてるよ。バレてるんです。今見てるけど登録してくださいよ登録してないあなたポチッと押してくださいしてよ。ここにボタンあるよ。はい、次の動画でお会いしましょう。See ya!